大変なんだよね。ちょっとどんな感じなのか見てみようか。皆さんおはようございます。スティーブテキテンのスティーブです。昨日やっと車高を通せて、やっとこう全部パーツを戻して、ホイールの前のホイールを黒塗って、そしてそれでエンジンかけようとしたらかからなかった。なんでだろうなーって、もう遅かったんでね、ママもご飯作ってたから、で今日の朝またもう一度ちょっとかけてみたら、かからなかったんだよね。なぜだろうと思って、燃料がちょっと入っていないんじゃないかと、もう燃料ポンプがダメになったんじゃないかと思って、ここのキャブの前にあるキャブに来るホースを外して、こうバケツに入れてエンジンかけたら燃料がちゃんと出てきたから、じゃあ燃料ポンプは大丈夫だろうと思って、その時気づいたのは、こっちはこのケーブル2つはこれチョーク用のものです。この後ろのキャブにちゃんとこのホールダーがついてるんだけど、前のキャブにはそれどっかに行っちゃいましたね。ないです。ないので、それは多分チョーク調整も邪魔していたんじゃないかということ。もう一つこうね、かかんない時にスターティングフルードだよね。これをキャブの中にシュッとしたらすぐエンジンが変わりそうになったので、燃料かなと最初思ってたんだけど、でも一応こうね、スパークプラグはちゃんと動いてると、電気がちゃんと通ってるから問題はないと思ったんだけど、最終的に気づいたのはなんかね、エアが絡んじゃったんじゃないかっていう、空気がこうずっとケツが上がってた状態で燃料が前に行ってて、なんか最初かかってすぐインストールしちゃって、その後かからなくなった。でも燃料がちゃんと入ってきてると。それで、今日の朝もう一回スターティングフルードをちょっとでかけたら、ちょっと入れてかけたら、最初はちょっと大変だったんだけど、もう燃料が入るようになったので大丈夫だったんだけど、なんでだろうね、初めてそういうのが現象があったっていうことなんですよね。で今日はですね、これ見てください。これでも車高調はまだまだ下げられるんだけど、リップは邪魔してますね。ごついリップあります。やっぱりな、昨日よく見てたら、多分ここでサビの修理だったのかな。このパネルがなんかこの辺りが交換されてるんじゃないかと。そしたらごついリップが両方側にあるために、これより今ね落とせないです。ところでこれ分かってますよ。間違えて。これはタイヤ屋さんの、前はねお世話になったタイヤ屋さん、これお世話になってねえかな。逆にもう入れたのでこれ買いますが、よりも今ね下げられない状態です。スペーサーを入れてないのに落とせないっていう、自分の希望通りの落とせないので、このリップはどうせいずれこうフェンダーカットもするのであれば、今これをリップをカットするか、もしくはローラーで、ローラーがフェンダーリップローラーがないんですよ。ないんだけどジーノにかけたらあるということで、さっき取ってきました。ちょっと見せます。こういうものです。これ使うことによって、そして熱をフェンダーのね外に与えることによって、綺麗にフェンダーリップのローリングはできる。切らないでっていうこともできるんで、初めて使ってみます。以前別の DIY で箱スカで熱を与えて、熱を与える理由がね、鉄板が柔らかくなるっていうのもあるんだけど、ペンキが割れないようにね、後ろから押してるのでペンキがちょっと柔らかくなって割れないように、鉄板がちょっと折れやすくなるような気がします。化学反応の何かだと思うんだけど、あまり詳しくないけどね。とりあえずこれを使うことによって切らなくてもいい。切っちゃってもいいけど、とりあえずこれちょっと使ってみたいなと前から思ってたんですね。見た目はすごくいいでしょ。こうちょうどいい感じなんだけど、フェンダーリップに完全にフェンダーリップにもう当たってます。フェンダーリップロールしても入るかどうか分かんないんだけど、ちょっとこのままだったらもう走れないので、ほら見えますか、このリップがすんごい邪魔してるんだよね。これやっぱりね、板金受けたことありますね。よく見るとここはこのフェンダー二重になってますね。これは古いフェンダーにサビがあったんじゃないか。そのまま上からかぶらせたような感じでここに入れたんじゃないのかなと思いますね。ごついリップなのでローリングしないといけないですね。これさ、こういう風に止めておきます。ローラーの上下の調整があります。内と外側の設定もあります。以前もやった時にペンキが割れないように熱を与えた方がペンキが
ちょっと柔らかくなるっていうことなので、熱を与えましょう。二重になってる。正直に板金が汚いよね、見れば見るほど。この溶接のところとかはさ、あんまりいいと言えないんだけど、まあこのままなので仕方ないですね。最初は本当にゆっくりした感じでやった方がいいと思いますね。徐々にやっていくような流れがいいと思います。そしてこのローラーの角度も変えられますよね。最初は多分まっすぐになってるリップをちゃんとやるにはこいつの角度を少し変えた方がいいかなって思います。こういう風に上に押し込むような感じがいいのではないかと思います。よし。どうしても無理のようだったら、まあいずれカットすることになるので、カットしてもいいんだけど、なるべくカットはしたくないですね。できる限りは。きついよ。多分少しでも降りるようになったらもっと全体的に降りやすくなるんだろうと思うんだけど、ちょっときついよね、これは。でも少しずつかな。なんか上の方がなくなってる。なくなってる。なくなってきてるよね。なんか手もここで押さえながらもう一つの方法なのかなと思います。少しなんかいい感じになってきてるよ。見える？なんか良くなってる。前は箱スカで熱とハマーでやったんだよね、あーちゃん。でうまくいったんだよ。やっぱり時間をあんまりいい感じには追ってないんだよね、今は。だからちょっと箱スカでやった時みたいにあんまり何も変わってない。変わってないよね。変わってないよね。全然うわ全然ダメだね、これは。ハマーでは無理だね。厳しいね、これは。厳しい。どう？難しいというか、時間かかるというか、簡単じゃないな。多分二重になってるから余計に大変なんだよね。あんまりリップがまあ少しさっきより爽やかになったのはあるんだけど、まだまだだな。箱スカの時は簡単だった。ハマーと熱だけでやったら。ハマーやってみようかな。ねえ。ローラーを使ってさっきより爽やかになったんだけど、やっぱりな、この上の方で多分溶接しているからかな。どんなにね、ローラー使っても、どんなに熱を与えてハマーをで叩いても、なかなかここはね、良くならないですね。音は違うよね。無理かな、これ以上は。とりあえずは切ることになるのかな。どうしてもここからここまではなかなか先よりいいけどいかないな。じゃあこれ以上ラストだよ。ラスト無理だな、ここはやっぱり。先よりはいいのはいいんで、
スペーサーなしでタイヤ戻して、ちょっとどんな感じなのか見てみようか。